皆さんこんにちは。元気にしてますでしょうか。私はイースターホリデーに入ったんですけども、元気に卒業制作を作っています。今日はふと思い立ち、甥っ子がいるんですけども、おりちゃんは絵を描いて仕事をしてるのっていうのをすごく不思議そうに質問してくれて、そういえば私が子供の時も絵を描くのはすごく好きだったけど、絵を描くことが仕事になるっていうのが周りになかったので想像できなかったなっていうふうに思いました。でなので甥っ子へこんな仕事なんだよっていうのがなんとなく回答してみたいなと思ってこのビデオを撮っています。ちょっと今日は絵を描く道具でもまとめてみました。では行きたいと思います。ちょっとメモを取っているのでここを見ながら失礼します。大きく3段階あります。1つ目は依頼が来ます。だいたいメールで来ます。たまにインスタグラムの DM とかにも書いてくださる方いるんですけど、 DM は正直見る時もあるけども見逃しやすいので、結構真剣なプロフェッショナルな仕事っていう時はメールが多いですね。クライアントさんからこういう絵が欲しいです、いつまでに欲しいです、こういう金額でお願いできますかっていうのが来ます。で、だいたい予算とスケジュールっていうのが一番大きな、変えにくいものなので、そこに合わせられるようにこれくらいの金額で抑えたいんだったら望まれてるものはこれくらいだけどちょっと減らすと自分の今の相場に合うのでどうですかとか、それからプラスアルファで提案することもあります。イラストレーターっていうのはお客さんから依頼を受けてその絵を描くっていう仕事です。なので例えば、イメージとしてはこういうお家にこういう額縁があります。この額縁まではもう揃ってるんで、この中の絵を描いてくださいって言われたら、私はこういうモダンな家なんだなとか、額縁はそうか木なんだとか、その依頼してくれた人が好きな、例えば犬飼ってて愛犬家でとか、そういうお家の歴史とか特徴とかをつかみながら、そのお家に額縁に似合う絵を描くっていうようなイメージです。2つ目はじゃあこういう絵を描いてくださいとかが決まればラフを描いていきます。モレスキンのノートに鉛筆でバーって描くことが多いです。なんでいつも持ち歩いていて、これにいろんなことが書いてあるので、これをなくすと多分結構泣きますなんか見せれるものあるかな。今作っている iPhone ケースがあるんですけど、これだったらそれのラフはこういう感じにと書いたりしてました。ペーパーで書いたら次はそれを写真に撮ってこっちの iPad に移ってラフを描いていきます。 iPad は Procreate っていうソフトか Adobe のフレスコっていうのを使っています。あれどれだっけ、これか。ちょっとお仕事のは今見せれないけど、こういう風に書いたりしてます。バランスを見てやることも多いです。だいたいデジタルで書きますね。なのでだいたい修正があったらデジタルの時は何度も書き直せるから、修正がある時はこの時点、ラフの時点で言ってくださいって言います。なのでラフの作業は大きくその中でもちょっと分解されていて、試作について理解するっていうのと、次はクライアントさんの表現したいものを歴史を見たり最近の試作を見て、これとかぶっちゃうと同じものは作りたくないからちょっとひねれたらいいなっていうのがあったり、やっぱ自分が描く絵でもあるので自分が楽しく描けるっていうのはきっと絵にも現れるなって思ってる方なので、自分が好きな要素もちょっと入れたりします。で浮かばない時どうするんですかってたまに聞いてもらえるんですけど、あんまり詰まったことがないんですが、これはラフに関わらずクライアントワークに関わらずですけど、いろんなギャラリー行ったり新しい場所行ったり旅行したり、常にちょっとチャンスがあれば新しいものをなるべく食わず嫌いしないで見てみるっていう風にしています。気をつけてるのは
パッと見た時のわあ綺麗っていうのはあると思うんですけど、その綺麗を作ってる要素は何なんだろうっていうのを分解していくようにしてます。例えばカーテンのタッセル一つでもふさふさがついてるんだなとか、その柄とか、あと細かい柄が何色で構成されてるのかとか、なんかそういうすごいディティールは正直 Google とか検索だと分からなくて、実際に行ってみると自分が好きな引っかかるわすごい素敵を作っている要素を見つけることができるので、こればっかりは行って見ないと、ドアノブの形とかまではインターネットでそんなクロースアップされてないから、なるべく新しいものをなるべく新しいところに足を運ぶようにしています。メモしたり写真を撮ったりしてストックするようにしてます。それを見返すってことは正直ないんですけど、書くと覚えます。例えばこのペンもペンだですけど、じゃあこのペン書いてみてってなったら、このペンを見ながらデッサンしていくと、ここの引っ掛ける部分はだいたいペンの3分の1くらいの長さなんだとか、シャーペンの芯は書くときこの1ミリくらいしか出てないんだとか、ここのちょっとグリップになんか線があるんですけどくぼみがあって、これが私の手を滑らないように留めててくれて持ちやすくしてくれてたんだとか、このペンすごい好きなんですけど、なんで好きなのかっていうのが書いていくと結構頭に記憶されます。軽いとかね。なのでだいたい見たものは写真に撮るか書くっていう風にして自分の記憶に強く残すようにしています。それが終わりましたらクライアントさんに、ラフが終わりましたらクライアントさんに送って、クライアントさんからいいね、じゃあこれで本番行ってくださいって言ったら本番に行きますし、ちょっとこれ直してくださいとか、色これもうちょっとこうがいいですっていうのがあったらまたもう一回こっちに戻って作業します。で3つ目は本番を書いていきます。本番は私はアナログで書くのでペンだったりあとすごいちょっと乗らなかったんですけどペンだったり、あと水彩だったりアクリルだったり、あと色鉛筆も好きですねとかを使っています。どうでもいい話ちょっと挟んじゃいますけど、このバンビのペン立ては小学校の頃サンタさんにもらったんですけど、ずっとイラストレーターになってからもずっと一緒にいるので、なんかずっと一緒に頑張ろうねみたいな気持ちです。ラフをこっちに1回入れて印刷して清書して、で清書する中でもちょっと変えたいとことか、もうちょっと綺麗な線にしようとかやります。でペン入れて色塗ってスキャンして、でスキャンした後こっちでまたちょっとデータをいじったり編集して納品っていうのが一連の流れです。伝わったかな？絵を描く仕事はすごく私は感謝することがもちろん多いですね。小さい頃から好きなことがずっと続けられて、そして好きな場所で仕事ができていることにもう嬉しいって感じです。この仕事を続ける中でイラストは自分の子供のような存在なので、仕事をする際に心がけていることがあります。駆け出しの頃からあんまりスタンスは変わっていないです。一つはですね、イラストを大事に扱ってくれるかとか、これは私からクライアントさんもそうだし、クライアントさんからも私に対してそのクライアントさんが持っている企画っていうのは彼らの子供のような存在だから、それを私がちゃんと大事にできるかっていうのも大事に理解してあげて、なんていうんだろうな、相性ってきっとあると思うんですけども、これは良し悪しではなくて相性の問題なんですけども、うまくやっていけるかなっていうのをお互いのやり取りの中で見極めたりします。なんでスケジュールとかの問題でできない時はえいやって頑張らないでごめんなさいっていうこともあります。2つ目は自分の仕事として誇りを持てるかどうかも気にしています。好きなブランドさんとかとできるのはもう一つのすごい大きな喜びではありますけども、試作自体が面白くてっていう場合は全然もちろんやります。でそれについてお金のための仕事ではなくて、自分がこれを自信を持って私の仕事なんだよって言えるかどうかっていうのは一つの
考えている要素になっているかなと思います。もちろん生活のためのお仕事も大事ですけど、そういう愛情が長く続けられるかどうかも考えています。そして3つ目はですね、ちょっとさっきの話も通じますが、自分が新鮮で居続けること。クライアントワークっていうのはなんかテニスのラリーに似ていて、こういうのお願いします、こういうの好きでしょう、あんま好きじゃないです、じゃあこういうのどうですかみたいな、そういうラリーをしながらなので、相手が打ってきたものに自分が打ち返すっていうのがクライアントワークかなと思います。でそれはすごく楽しいものでもあるけど、考える前に体が動くっていう感じでもあります。自分でもっと企画自体から悩んで何かを生み出すっていうのも大事かなと思っていて、 iPhone ケースを作ってみたり T シャツを作ってみたり個展をしてみたり、そしてもちろんオリジナルワークを描いてみたり、そういうふうにバランスを取るのも気をつけています。なるべく食わず嫌いしないで、美術館に行ったりギャラリーに行ったり、何かシアターを見てみたり、音楽を聴いてみたり、バレエを見に行ったり、スポーツしてみたり、全然行ったことない国に行ってみたり、そういうふうになるべく自分を新鮮に、なるべく自分を驚かせるように努めています。そしてそれが何かクリエーションにつながるとも信じています。イラストレーターの仕事が少し伝わりましたでしょうか。何か他にもあればコメントくだされば、ちょっと今後のビデオに反映できるようにしたいなと思います。そんなところでしょうかね。あと各アイテムの最後は、私はいつも仕事の時はキャンドル焚いてることが多いです。香りがスイッチしてくれて仕事モードに入るので、1個の仕事スイッチです。なんでキャンドル好きなんで、好きなキャンドルあったら教えてください。今週も良い週末をお過ごしください。バイバイ。